健介様、おはようございます。健介様、今日も良いお天気ですよ。健介様、はい、濡らした手ぬぐいです。健介様はい、朝からお城に。そうですね。それと今日はクオン様が早めに登場しろと。ダメですよ、健介様。食事を先に済ませないと力が出ませんから。健介様、いつまで寝ぼけてらっしゃるんですか？そうですね。一発屋の焼き魚も懐かしいです。そんな一発屋の焼き魚とまでは参りませんが、朝食は用意してありますよ。すぐに支度いたしますから、健介様は目覚ましがてらに辺りを回ってきてくださいませ。おはようございます、圭介様。これまたお早いお目覚めで。はい、昨日は不審番だったもので。公方様に押し付けられ、もとい任されましてですね。ええ、まあそういうことにしておいていただけると。コロさん、ユウさん、おはようございます、健介様。なんでもないでしょう。別にそういうわけでは。あるのですが。ちょっと、ユウさん。いやはや、悪巧みするにもこう眠くて頭が回らねばごまかしようがありませんからな。ここは正直に言った方がよろしい。ユウさん、それは。内緒です。ユウさん、それはあまりにも堂々としすぎてますよ。いくら健介様でもそれは通じない。
よろしいのですか、健介様。そのような腹積もりでしたら、そもそも早々にこの場を辞しておりますとも。承知いたしました。異彩につきましてはいずれ近いうちにコロ殿か雫殿から。私たちに丸投げですか？それがしよりもお二人の方が健介殿には信用されておいででしょうからな。それがしではうさんくさくて。それは光栄の至り。健介様、すみません。終わったらちゃんとご説明しますから。は、そうさせていただきます。お帰りなさいませ。どうかなさいましたか？褒めても何も出ませんよ。まったく、そういうところが自覚がないと言われるのですよ、健介様は。ちょうど支度も終わったところです。おかけください。お分かりですか？そうですね。この魚の無残に焼け焦げたところや、米の微妙に芯の残っている感じがいかにも。では、健介様は他に判断基準が？直感ですか。なるほど。それはうまい逃げ口ですね。コロは尾張、ユウ殿は都の味付けですから、味噌の量や色合いも違いますし、それはさすがにわかります。何やら手よくごまかされたような気もしますが、まあ褒められたようですので、ありがたく受け取っておきます。そのお顔は、私が料理できたことに驚いているお顔ですね。はい、ほとんどしておりませんでした。ともあれ、お召し上がりください。せっかくの料理が冷めてしまいます。はい、今日はこうしていたいので。その目はわかります。何か失礼なことを考えている目ですね。料理は確かに増えてですが、一応毒味という言葉と意味はちゃんと理解して実践もしていますので、ご安心くださいませ。言わせたのはどなたですか？そういうことではなくて、毒味という言葉と意味はちゃんと理解して実践もしていますので、ご安心くださいませ。言わせたのはどなたですか？そういうことではなくて、毒味という言葉と意味はちゃんと理解して実践もしていますので、ご安心くださいませ。
いつも食事をするときは健介様に見られる側ばかりでしたので。はい、ですからお気になさらず。はい。よかったです。健介様お好きでしょ？はい、近くの寺で作っているところがあるという話をコナミさんから教えていただきましたので。まさかミク様たちを探していた時にたまたまですよ。いくら私でもさすがにそこまでは。本当ですか？思ったよりも焦げてしまったのですが。そうですか。炙っただけですから。健介様は塩辛いだけの干物がお好きですか？当たり前です。魚には魚の、塩には塩の味がちゃんとあるのですから。ことに越後は海沿いの国ですから。山国の美濃に運ぶというならともかく、それではせっかくの新鮮なお魚が無駄になってしまいます。はい、塩辛ければ良い、とにかく飯のおかずになれば良いのだなどという考えはもはや論ずるにも値しません。この干物も美味しい干物を扱う店をちゃんと探して。街に出たついでです。私も美味しいお魚が食べたいと思っていましたので。ついでです。ついでだと言っていますのに。そうですか、健介様。まったくもう、それは違うと言っているではありませんか。健介様、ご飯のおかわりはいかがですか？
承知いたしました。こちらには持ってきていませんが、まだありますよ。はい、少々お待ちください。申し訳ありません。ご敬が恐れ入ります。はい、すでにお休みかと。起こしてきた方がよろしいですか？はい、シノ、この間の健介様のことをずいぶん気にしているようでして。九頭竜川のそれに次の春日山でもですから、もう後悔したくないそうです。よくお分かりではありませんか。コナミさんやヒヨさんも調達を手伝っていましたよ。私はほとんど見ていただけですが、成果がどうだったかユウさんとコロさんに見届けるよう頼まれて、こうして。あと見届けると話したら、ヒヨさんとカズハ様と梅さんとマリちゃんとコナミさんにも。そうだ、あとアヤナちゃんとカヨさんも。それでは私はこれで失礼します。はい、健介様はシノの料理ご満足いただけましたか？でしたら十分です。皆さんには大成功だったとお伝えしておきますので。承知いたしました。それと、はい、よろしくお願いします。遅くなりました。どうなさったのですか？そんなニヤニヤと。
お聞きになったのですね。先ほどまで隣に誰かいたでしょう。今はいないようですから、大方のところはお聞きになったのでは。武芸は得意ではありませんが、全くたしなんでいなかったわけではありませんから、このくらいはわかります。私に気取られつつもボロを出さないとなると、そうですね、雫か火をあたりですか。言えるとお思いですか。よくわかっていらっしゃる。それはいくらなんでも難しすぎます。それに事情を知ったら健介様は、私の料理が美味しくなくても美味しいとおっしゃるでしょ。今日のお味噌汁も少し辛かったですよね。ほら、そうして甘やかす。美味しくないなら美味しくないとはっきり言ってくださいませ。私も本当に美味しいものをちゃんと食べていただきたいですから。どのような？また無理なんだよ。ヒヤとコロがいるときは勢いがありますから、相手がいかに強大でも戦場の流れが傾いていれば勝つことも不可能ではない。それと同じです。私は一騎当選の兵に必勝の策を授けることはできますが、私自身が一騎当選というわけではないのですよ。あまりの恥ずかしさに腹を切るやもしれません。ですが、こうして起こすことも最近は人の数が増えて少なくなってきましたから。まさか私たち3人と健介様だけでこの難局を乗り切るなど不可能ですよ。ことに金ヶ崎は健介隊の誰一人欠けていたとしてもしのぎきれなかったでしょう。いいえ、東子殿やミク殿がいなければ。ですがあの方々のおかげで私たちはまだこうして生きているのです。悔いがないようにはしたいです。お粗末様でした。ですが、もうよろしいのですか？その言葉は本当に美味しい朝毛が作れた時に取っておいてくださいませ。
そのように惜しげもなくばらまいているからたらしと言われるのですよ。はい。欲望に忠実すぎますよ、健介様。ああ言えばこういう。ですが、私は先に片付け物をしてまいりますので。そこまでして私が食べているところを見たいと？片付けてきます。今日は私が健介様のお世話をしますから、ゆっくりしていてください。健介様はもう少し。何でもありません。ついてくるだけですよ。お手伝いはしていただかなくて結構ですからね。なんだか、健介様の手の上で踊らされているような気がします。流れの一つとして想定はしていましたが、なんだか釈然としないものが。